どうも B スパイスインクです。撮影前にホアジャオの香りを一発決めときました。爽やかな香りがたまりません。ホアジャオは中国で広く栽培されていて、中国料理でよく使われるスパイスです。日本ではシビ辛という歌い文句で麻婆豆腐や担々麺に使われているのをよく見かけます。ということで今日はしびれる辛さのホアジャオと豚肉を使ったカレーを作ります。中国系のスパイスと豚肉の組み合わせはとても美味しくおすすめなのでぜひ作ってみてください。まずは玉ねぎをみじん切りにしておいたら加熱調理に入ります。油でホールスパイスを炒めて香りを引き出します。この時使う油はスパイスの香りを引き立たせるために米油やサラダ油など香りのないものがおすすめです。今回テンパリングで使うスパイスはホアジャオをはじめスターアニス、クローブ、フェンネルで中国のミックススパイスウーシャンフェンにも使われているスパイスたちです。どれも豚肉とよく合います。フェンネルはすぐに火が入るのでそれ以外のスパイスを弱火で加熱して香りが立ってきたらフェンネルを加えます。フェンネルを10秒ほど加熱したら玉ねぎを加えて飴色にしていきます。余談ですが中華と中国料理は違いがあるってご存知でしたか？中華は日本人向けにアレンジされた料理で、中国料理は本場の中国の味を再現した料理です。なのでレストラン選びの際、中国料理と店名に入っているところはより中国に近い味を楽しめるかと思います。玉ねぎが飴色になったらニンニクと生姜を加えて青臭さがなくなるまで炒めます。その後トマト缶を加えて潰しながらしっかりと水分がなくなるまで炒めてトマトの酸味を弱めます。水分がなくなってくると油が分離して滲んでくるのでそれが目安です。この滲んできた高温の油で炒めることで酸味成分のクエン酸の酸味が弱まります。トマトを加熱できたらパウダースパイスを加えます。今日使うパウダースパイスはコリアンダー、ターメリック、クミン、ホアジャオ、チリと一緒に塩も入れます。弱火をつけ粉気がなくなるようにじっくりスパイスに火を通します。1分ほどパウダースパイスを加熱したら豚肉を加えます。今回使っているのはロースの薄切りです。別の部位や細切りでも美味しくできるかと思います。よくあると思うのですが、薄切りはひっついて混ざりにくい時がありますよね。そういう時は混ざりなさいと念じながら行うのがポイントです。水を加えたら強火にして一度沸騰させます。沸騰したら弱火にして5分ほど煮込みます。薄切りなので今回は煮込み時間短めです。煮込み終わったら味見をして物足りなければ塩を足して調味します。美味しかったので今回はこれで OK です。できたら熱々のご飯に盛り付けます。お米はインドの高級米バスマティライスとうるち米を合わせて炊いたものです。カレーをかけたら仕上げにスパイシーでザクザク食感のミックススパイスデュカをかけます。これはかけなくてもいいですが前回ご紹介させていただいてカレーにも合わせられるのでぜひ作ってみてください。あとはセルフィーユとブラックペッパーをかけて完成です。いただきます。お腹空きすぎて香りがたまらんです。ホアジャオは中国のスパイスなので
カレーがよく作られる東南アジアの方ではあまり見かけませんが、日本では割とシビ辛カレーとしてたまに見かけたりしますね。